私が住んでいるのは築48年の古いお家。古い家はたくさんの家電製品を使うようにはできてません。ちょっと油断するとすぐにブレーカーが落ちるんですよ。特に電子レンジ、トースター、炊飯器、ドライヤー、エアコンは要注意です。熱を発する家電を3つ同時に使うと、もうほとんど毎回と言っていいほどブレーカーが落ちちゃいます。だから我が家の家電は少なめです。そもそもキッチンのコンセントも少ないんですよね。冷蔵庫の裏にある2口のコンセントは電子レンジと冷蔵庫で塞がってます。調理に使いたい家電に使えるのは手元照明に付属したこのコンセント1つなんです。そんなわけで、できるだけ調理はガスを使って、ガス器具では替えの利かないものだけを家電で補う。そんな風に暮らしてたら、便利で重宝する家電だけが手元に残りました。ほぼ毎日パンを作る生活なので、スタンドミキサーは必需品です。特につい最近手を怪我してパン生地を手ごねできなかった時には、これがあってよかったって本当に助かりました。今日こねたのはピザ生地。3回分を一度にこねてます。1回分はすぐに発酵させて今日のお昼ご飯にします。残りの2回分は冷蔵庫の中で熟成させて明日と明後日に食べますよ。ピザの具にするソーセージを作りましょう。フードプロセッサーもガス器具では替えの利かない家電です。電気コードが短くて照明についてるコンセントまで届かない。そういうこともよくあるんですよ。そういう時のために廊下のコンセントから2メートルの延長コードで電源タップを用意してます。水がかかると危険だから、必要な時だけこんな感じで使ってます。ミンチする豚肉にドライハーブとスパイス、ガーリックパウダー、塩、胡椒、皮なしのソーセージでもいいんだけど、ライスペーパーが残ってたから使ってみます。
トマトソースは前回たくさん作って冷凍しておきました。ピザ生地を丸く広げて、そうだ、あれを取ってこなくちゃ。ベランダのプランターに植えてあるバジル、日当たりがいいから元気に育ってますよ。1人分のピザはオーブンじゃなくてトースターを使った方が早いし、カリッと美味しく焼けます。我が家に電気ポットはなくてガスでお湯を沸かしてます。エアコンをつけてる時に電気ポットとトースターを一緒に使うと、間違いなくブレーカーが落ちますね。これは美味しい。エアコンはついてない。トースターも使ってない。指差し確認でちゃんと確かめてからオートクッカーで玄米ご飯を炊きます。ガスで使える圧力鍋も持ってるのだけど、こっちの方が性能がいいみたいで玄米ご飯が美味しく炊けるんです。ガスより時間はかかるんですけどね、美味しさには変えられません。おやつのクッキーを仕込んでおきます。フードプロセッサーってめんどくさいよねっていう意見をよく聞くのだけど、私にとってはクッキー生地が一瞬でできる魔法の道具なんです。フードプロセッサーがなかったらクッキーを作ろうとは思わないかもしれないですね。こういうことを言うと、クッキーは買ってきた方が早いと反論されちゃうかもしれないんですけどね。確かに本当にその通りです。今は何でも買ってきた方が早いんですよね。それが分かってるのになんで作るのかっていうと、手作りが美味しいし健康にもいいからかな。家ではできるだけ添加物を使ってないものを食べたいんです。そして何よりも料理は楽しいです。
ついでにココア味のクッキーも作ろう。クッキー生地は冷凍しておいて、食べたいなと思った時に焼くことにしてます。玄米ご飯も1膳ずつ小分けにして冷凍してます。こうしておけば食べ過ぎも防げますからね。庭に出てしばし一休み。満開の姫ひ扇に心が湧き立ちます。アジサイはもう少ししたら咲きますね。三寸あやめの花柄摘み。暑くなってビオラが徒長してきました。そろそろ夏の花に植え替えないとですね。今年は日々草にしようかな。それともポーチュラカがいいですかね。暑さに強いおすすめの夏の花があったら、ぜひコメントで教えてください。そういえばこのところ野菜が足りてないような気がする。そんな時は大抵スープを作ります。冷蔵庫から残り野菜を引っ張り出してきてクラムチャウダーにしちゃいましょう。オートクッカーにお任せして40分ぐらいで出来上がりです。発酵機ではヨーグルトを作ってます。発酵機ぐらいならブレーカーは落ちたりしないから大丈夫。完成5分前ぐらいに合図が鳴って牛乳を入れます。クラムチャウダーができたら鮭フライを作ります。トースターにエアフライ機能がついてるから
油で揚げずに作るフライです。油で揚げないフライなんてきっと物足りないに違いない。最初はそう思ってたけど、パン粉に混ぜる少量の油だけで食感はサックサク。胃もたれしないし、揚げ物を食べてしまったという後悔もなしです。体にも心にも優しいフライです。冷た。冷凍しておいた玄米ご飯、エアフライと電子レンジの2つだけなら同時に使っても大丈夫。いただきます。電気のコーヒーメーカーは持ってません。昔ながらの直火式のマキネッタで入れるコーヒー、美味しいですよ。いつブレーカーが落ちるのかヒヤヒヤしながら暮らすなら、アンペアを上げればいいじゃないってアドバイスされました。それで50アンペアに上げたこともあったんですけどね。それでもやっぱりブレーカーが落ちました。電気工事の方に聞いたら、配線方法に問題があるみたいです。今時の家は消費電力の大きな家電は単独の安全ブレーカーにつなげるようになってて、だけど昔の家はそういう気遣いがなくて、キッチン丸ごと一つの安全ブレーカーにつながってる。だからキッチンで電気を使いすぎると小さなブレーカーがすぐに落ちるんです。というわけで全体のアンペア数を上げても意味がないらしいんです。電気のことはよくわからないから上手に説明できなくてすいません。とにかくこれから古民家で暮らそうと思っている方は電気の使いすぎにはご注意ください。夕べは雨が降りました。雨上がりの庭はすがすがしいです。車椅子を押して母とお散歩に行きました。カルガモを見かけて大喜びする母。
昼間の月、川岸の桑の実。食べられるのは2週間後かなと田舎育ちの母が教えてくれます。子供の日が終わった後の鯉のぼり、こんなところで出くわすとは。車椅子を押してるからゆっくりしか歩けない。でもゆっくり歩くといろんなものが見えるんですね。3日目のピザ生地でお昼ご飯。10秒で作るコールスローサラダ。10秒は大げさかな。本当は30秒ぐらいです。ピザ生地だけどパンにしてみよう。丸めてちょっと平たくしてトースターで焼きますよ。思ったより大きく膨れました。焦げ防止にかぶせたアルミホイルを取ってもう少しこんがりさせます。続きましてこの間作った鮭フライの残りを温めます。焼きたてのパンにコールスローサラダとトマト、トースターで温めた鮭フライ、いただきます。長い動画を見てくださってありがとうございます。次回の動画でまた会いましょう。